個を超えて自分のエゴっていうものを超えてね、集合意識になっていく。瞑想の聖地インドで修行者1億人の頂点に立つ史上初の女性、ヨガの母ヨグマタ相川恵子が送る人生の羅針盤。今回のテーマは、こんにちは、ヨグマタ相川恵子です。今日は集合意識についてお話をしていきます。集合意識っていうワードは僕も聞いたことはあるんですけど、しっかり理解をしているかっていうとちょっとそこは自信がなくてですね、要は人間目に見えない何かでつながっているというか、そういう類の言葉なんですかね。ちょっと詳しくご説明を願えたら。はい、顕在意識と潜在意識、さらに超意識っていう言葉をね聞いたことがあると思いますけど、100年ぐらい前からね、フロイトとかね、あるいはユングとか集合意識っていう言葉を使い始めたと思うんですね。スピリチュアル的に言いますとね、精神統一したピュアなね、心の悩みがないようなところ、集合意識って皆さんが瞑想をしてですね、こう超えて純粋な意識になって世界の平和をお祈りしていくとね、その願いが叶って私たちの波動がね、変容して、その心のレベルですとね、肯定と否定のエネルギーがあるわけですけれども、嫌いだとかね、好きだとかね、できるとかできないとか、あるいはいろいろ感情とかが混ざっていますのでね、そういうエネルギーが打ち消しあってね、苦しい心になったりして、そういうものが伝播するとね、苦しいものを引き寄せたりね、心って、ね、同じ質のものを引き寄せる、ね、同じ波動、同じエネルギーがこう磁石のように引き寄せるんです。だからそういうものをさらにね、肯定的なエネルギーにして、さらにそれを超えていくところでね、平和なエネルギー、愛のエネルギー、そういうものをみんなが持っていくとね、それがこう伝播してですね、さらにこうね、全体にそういうエネルギー、波動がね全部引き合ってね、あちこちにもそういう同じものをこう現象を起こさせる、そういうことにねなっていくんですね。ですから皆さんが個を超えて自分のエゴっていうものを超えてね、集合意識になっていく。でそれでこうみんながね、さらに心を超えて平和な心になっていく。そういうところで魂の願い、みんなが平和でありますように、みんなが幸せでありますように。個人個人が瞑想すると戦争がね、起きないで世の中がね平和になっていくことができるんですね。ですからぜひ瞑想を始めて、皆さんがさらにねいろいろなエゴを溶かしてね、そして集合意識のレベルでみんなつながっていきますから、愛の人になり平和な人になって純粋なエネルギーをねしていくことで、この世の中を変えていくというね力があるんですね。皆さんが平和を作り出す力があるんです。で私たちの思っていることはね全部こう実現していくんですね。で悪いことを考えたら悪いことが起きていく。だから波動がこう伝播していきますのでね。今の人はつながっているって話なんですけど、これはそもそも人として生まれた瞬間潜在的につながっているのか、それとも瞑想をしっかり行っていくことでつながりが生まれるのかっていう意味だと、なんかどっちのイメージが強いんですか？もともと本当の純粋な自分があるわけですけれども、曇っているのでね、純粋ではあるんですけど、本人が本当の自分に気づいていないので、目覚めさせていただかなければならないっていうことだから、それにはブレッシングをいただくとかね、瞑想の秘宝をいただいて、呼び水をしていただいて、そこの扉を開けていただくっていうことをしていかないと、自分はこう心だと思って心につながっているので、恐れからねいろいろなものをこう執着して集めたりしてね、本当の自分と離れていってしまうっていうことが起きてるんですね。便利になればなるほどそういうものに依存してね、でそういうものにつながっていくのでね、見えないわけですよ、本当のもの。だから純粋な存在ね、マスターに出会っていくと早いというか、
ブレッシングをいただいて、そこへの扉を開いていく。扉を開くための瞑想の秘法をいただいて、その修行していくと扉が開いて、さらに自分がそれを実感してね、神聖な人になっていくっていうのが悟りへの道で、本当の自分を悟るっていう、いろいろ外側のことに気づいて、いろいろな知識によって理解していくんですけれども、本当の自分を悟るっていうのはやってないわけですよね。真のヨガ、瞑想を通して100万人以上に愛と平和を伝えてきたヨグマタ相川恵子に学ぶヒマラヤシッダー瞑想無料説明会を開催中。 LINE 登録するだけで完全瞑想ガイドをプレゼント。詳しくは概要欄から。ヒマラヤの、修行っていうのは、これ自分が小宇宙であってね、人間が作り出したものじゃなくて、神様が作り出したこの体と心を探求して、で心がどうになってるのかって余計なものを全部捨てて、体を純粋にしていく。体も不純物がいっぱいあるから、そういうものを捨てていく。サットバのエネルギーにしていく。怒りのエネルギーが溜まってたりね、物質的にもいろいろ余計なものが入っているので、できるだけ純粋にして、で心も怒りとか悲しみとかイライラとか、そういうエネルギーもあるし、何かに対する知識がいっぱい入っているので、その考えに自分がハマってるっていうかね、だからそれを超えて、心を超えて本当の自分になっていくっていうね、心を外していくって、今にいる。心っていろいろなものの知識なのでね、そういうものについての知識で、そのものじゃないわけですね。本当の自分はこうだとかああだとかっていうのも、そのものについての知識なんで、そのものになってるわけじゃない。で本当の自分になるっていう、神と一体になるっていうのと、それについての知識っていうのがいっぱいあるわけです。でそういうものは悟りとは何々とか、その知識にはでもそれになってないので、なることができるのがヒマラヤ秘境の教えなんですね。そういう中に集合意識っていうそういう部分、さらにその奥に純粋なそういう波動になりきるっていうか、でそういう本当の自分になっていくって、そのレベルがいろいろ空の中にさらに空があって空があって空があってみたいな、外から見たらわからないんだけど、いろいろな不純物があるかもしれない。空のクオリティっていうのが、仏教では空っていうんですけれども、ヒマラヤ秘境ではブラフマというね、全てを作り出した創造主というね、そこに帰っていく。そういうエネルギーの純粋なエネルギーの場はね、統一上とかいうね、そういうゾーンがあるわけですよ。集合意識ってもまだ心の働きもあるだろうし、結構その静かになって純粋にはなってるんですけれどね、それはユングが言った集合意識のレベルってまだまだ心の働きがあるけれども、深い潜在意識の部分ではあると思うんでね、そういうところに夢とかね、そういう過去の記憶とかそういうものもあって、それも全部溶かして、それを超えたっていうね、本当の統一上みたいな、そういうね、すごい純粋な量子とかね、そういうものがあって、さらにそういうエネルギーを超えていくっていう。集合意識っていうワードについてお伺いしたいんですが、この意識っていう単語が入ってる、だから意識っていうのがね、今の科学でもわからないっていうか、純粋意識っていうね、心ではなくてね、それを見ているっていうね、それを気づいているっていうね、物質ではなくね、そういう状態がありね、それを観察して全てのものを見ているっていう。だからみんな心で心を見てるっていう段階だから、純粋意識になるっていうのが心を超えて神と一体になるっていうね、神から出た純粋な意識ってそこに到達するっていうのがね、やっぱり悟りなんですね。純粋意識っていうのは神意識でもあり、そこに帰っていく、それが究極のサマディ。サマディもいろいろなサマディ、一つの心と一体になるのもサマディであり、それ心がないサマディ、体と一体になるサマディ、体がないサマディとかね、喜びと一体になるサマディで、喜びを超えるサマディで、アスミタサマディって本当にさらに純粋な自己と一体になる、さらにそれを超えるナッシングネスのサマディで、最終的な
サマディ、究極のサマディ、そういうこの純粋な存在、本来の神と一体になる深い瞑想のこと、サマディとか言っているんですね。集合意識っていうところの究極は、要は瞑想することで自分と誰かが糸でつながってるとかそういうことではなくて、悟りを開くことで神だったりいろんなもの人と一体化する現象みたいなのが集そう合意識。ですね、究極のもとそれになっていくっていう、本当の自分になっていくっていうか、だからいろいろなものがくっついてるものが全部外れて、でそこはこう途中でこう全部つながっているっていうかね、宇宙意識になっていくっていうことですね。だからいろいろくっついてるから個になって違いがあって、みんなあの人はこうだったああだとか、できるできないとかね、貧乏だとか金持ちだとか、こういろいろな違いでみんな差別をするわけですね。心というのは差別をするっていう、瞑想することで心がこう外れていくと、差別をしないでみんな神の子だっていうふうな感じで、みんなを慈しんでみんなを尊敬して、それぞれの違いがあるんですけれども、それをこう認めて尊敬して愛を中心にね、みんな許し合って平和な心を持ってね、で調和をしていくっていう、そういう領域にねなって、そういうものが増えていくとね、お互いに理解し合って許し合っていけるね、そういう社会になっていくわけですね。だからその究極まで到達しなくてもね、みんな修行していけば、マスターからそういうブレッシングをいただくと、心に振り回されないでね、迷わないで遂行していくことができると思いますね。集合意識っていうところを目的に瞑想を進めるっていうことではないのかなっていう。そうですね、それ以上のところに行くっていう、でそれを超えていくっていうね、本当の自分になるっていうね、本当の自分もそういう純粋な存在であり、みんなとこうつながっているわけですけれども、そこに書いている。だから全部過去も未来もね、なくなりね、今にいるっていうかね、時間と空間を超えるという世界になっていくわけですね。